目を覚ましたとき、雨は止んでいた。社の中は薄暗く、夜がまだ残っているようだった。けれど、扉の隙間から差し込む光は灰色を帯びている。外は朝だった。沢は板間の上で横になっていた。体が重い。喉が渇いている。濡れていたはずの小袖はいつの間にか肌に張り付く冷たさを失っていた。起き上がろうとして髪が肩から滑り落ちた。その感触に沢は息を止めた。沢は思わず自分の髪を掴んだ。そこにはもうかんざしがない。三井様の花嫁として刺された印は昨夜目隠しの男の袖の内へ消えた。春臣は追っ手から逃げられただろうか。峠の手前で合流すると言った。名前を呼ぶと言った。追っ手はもう来ませんよ。沢は顔を上げた。社の奥に目隠しの男が立っていた。外へ出てもいいの？沢が聞くと男は、ええ、とゆるく首を傾けた。その言葉に沢の体から力が抜けそうになった。もう来ない。春臣がうまく追っ手を巻いたのだろうか。春臣は無事なのだろうか。沢はのろのろと立ち上がった。膝が少し震えたが、昨夜よりは動けそうだった。扉へ向かおうとしたとき、背後で男の声がした。外はぬかるんでいます。気をつけて。沢は扉に手をかけたまま、わずかにうなずいた。ありがとう。礼を言うべきなのかわからなかった。けれど、昨夜あの石段の下で追っ手に見つかっていたら、今頃自分は三井様の奥社にいたはずだった。少なくとも、この男は朝まで沢を隠してくれた。扉を押し開けると、朝の空気が入り込んできた。雨上がりの山の匂い、濡れた土、折れた草、苔むした石、昨夜の雷に裂かれた木の焦げた匂い。沢は一歩社の外へ出た。石段は朝の光の中でひどく古く見えた。草に埋もれ、ところどころかけ、雨水をためて鈍く光っている。その下に何かがあった。最初は倒れた木かと思った。沢は目を細める。違う。人だった。石段の下に男が一人倒れている。村の者だ。昨夜、追っ手の中にいた顔。口を開いたまま泥の中に頬を押し付けている。そのそばにもう一人。さらに下、草むらの中に三人目。昨夜の提灯の絵が折れて、泥に突き刺さっている。赤い髪は雨に破れ、地面に張り付いていた。犬もいた。山犬のように大きな追跡犬が石段の脇で横たわっている。体は濡れ、目は白く開いたままだった。沢は一段石段を降りた。足の裏に冷たい水が触れる。二段目、三段目。近づくにつれて匂いがした。雨に打たれ、
夜の間に体温を失った肉の匂い。一人は首を曲げていた。一人は石に額を打ちつけたように血を流していた。一人は何かを見上げる形のまま目を見開いて死んでいた。何かから逃げ惑って倒れたのか、道を失って崖から滑ったのか、雷に怯えて足を踏み外したのか。御食様なら食われれば何も残らない。残ったとしても袖や髪や骨にも満たないものだけだ。これは違う。これは食われたのではない。道を隠され迷わされたのだ。沢の喉から鉄の味がこみ上げる。震えながら口元を押さえた。その時、石段のさらに下で何かが光った。泥の中、草の陰、見覚えのある着物。沢は息を飲んだ。春臣。声がかすれた。返事はなかった。沢は走った。石段を駆け下りようとして足を滑らせ、膝を打つ。痛みはあった。けれど、構っていられなかった。草をかき分ける。泥に手をつく。冷たい水が袖にしみる。春臣は、石段から少し離れた斜面の下に倒れていた。顔は横を向いている。髪は泥に濡れ、頬には小さな傷がいくつもあった。片腕が不自然に曲がっている。胸のあたりの布が裂けて、雨水を含んで暗くなっていた。春臣。沢は膝から崩れた。春臣の冷たくなった肩に手をかける。春臣、起きて。揺さぶる。ねえ、春臣、朝になったよ。私、ここにいる。ちゃんと待ってた。本当に待っていたのだろうか。頭の中で確かめるような声が響く。社の中で白酒を飲み、眠り、髪を撫でられ、朝まで隠されていた。その間に春臣はここまで来てくれた。なのに、沢は春臣の顔を覗き込んだ。彼の口が少し開いていた。沢は凍りついた。きっと彼は名前を呼ぼうとしたのだ。春臣は約束通り来た。沢を見つけようとした。名前を呼ぼうとした。けれど、その声は届かなかった。沢は春臣の冷たい手を握った。昨夜闇の中で自分を引き上げてくれた手。小さい頃から何度も掴んできた手。御食様の腹から奪い返そうとしてくれた手が、今は握り返してこない。ああ。空っぽの音が喉から漏れた。沢は春臣の胸に額を押し付けた。雨の匂いがした。泥の匂いの中に血の匂いが混ざっていた。でも、春臣の匂いはもう遠かった。生きていた音がどこにもない。私のせいだ。
唇が勝手に動いた。自分が逃げたから、自分が願ったから。背後で絹ずれの音がした。沢はゆっくりと振り返る。石段の上に目隠しの男が立っていた。どうして？かすれた声が出た。男は少し首をかしげる。何がですか？その返事に沢の中で何かが燃えた。春臣は追っ手じゃない。叫んだ瞬間、喉が痛んだ。この人は私を助けてくれた人よ。私を逃がしてくれた人。村へ連れ戻すために来たんじゃない。御食様へ渡すために来たんじゃない。見ればわかるでしょう。最後の言葉はほとんど泣き声だった。見ればわかるはずだった。春臣の手を、泥の中まで来た足を、沢を呼ぼうとして開いた口を、敵ではないと、追っ手ではないと、沢を連れ戻すものではないと、わかるはずだと思っていた。聞いていませんでしたから。男の言葉に沢は息を止めた。何を？その方を通してほしいとは聞いていません。雨上がりの山の空気が急に遠くなった。男は言い訳するでもなく、ただ事実を告げるように続けた。あなたはかくまってほしいと祈りました。見つかりたくないと、連れ戻されたくないと。だからここへ来るものを退けました。だからって、その方が違うとは祈られていません。沢は春臣の冷たい手を握りしめた。そんなの言わなくても。言いかけて声がしぼんだ。言わなくてもわかる。そう思っていた。春臣が自分にとって何なのか、彼が追っ手ではないこと、彼だけは見つけてほしい相手だったこと。でも、この男にはわからないのだ。人の顔を見ない、声の温度を知らない、助けに来る手と捕まえる手の違いを知らない。いや、違う。知らないのではない。知る必要がなかったのだ。この男にとっては、沢を探してここまで来た者は皆同じだった。沢の名を呼ぼうとする者、沢をここから連れて行こうとする者、それだけだった。春臣は迎えに来てくれただけなのに。それだけ言うと、もう何も出てこなかった。春臣はもう死んでいる。追っ手も死んでいる。何を言っても、もう遅い。沢は春臣の冷たい手をそっと地面へ戻した。男はしばらく黙っていた。それから昨夜と同じ静かな声で言った。もう誰もあなたをあの村に連れ戻しません。静かな声は沢の中の何かを壊した。血を置いてきた。母も父も置いてきた。春臣の家族まで村に残してきた。社の中で戻らないと選んだ。
戻れば千代を助けられるかもしれないと知りながら戻らなかった。怖かったから。三食い様が怖かったから。春臣と逃げる明日を選びたかったから。その春臣が死んでいる。だったら自分は何を選んだのだろう。何のために妹を置いたのだろう。沢は石段を降りた。男が何か言った気がした。聞こえなかった。聞きたくもなかった。山の水があちこちから流れていた。夜の雨を集めた細い流れが石と根の間を伝って下へ下へ落ちていく。沢はその水を追った。足元の泥が重い。小袖の裾が濡れる。草がすねを切る。それでももう痛みは遠い。やがて小さな川へ出た。雨で増えた水が濁って早く流れている。冷たそうだった。山の奥から来た水だ。夜の間に血も泥も足跡も声も全部さらってきた水。沢は川辺に立ち、春海の名を呼んだ。それから千代の名を呼んだ。けれど、沢の名を呼んでくれる人はいない。手を伸ばしてくれる人はいない。あの海へ連れて行ってくれる人もいない。何をやってるんだろう。沢は笑った。笑ったつもりだった。きっと声にはなっていない。川へ一歩入る。水は息が止まるほど冷たかった。足首がしびれる。ふくらはぎまで浸かる。小袖の裾が水を吸って重くなる。戻れ、と誰かが言った気がした。春臣ではなかった。春臣の声なら沢はわかる。わかるはずだった。けれど、もうわからないのかもしれない。沢はさらに進んだ。冷たい水が膝まで、太ももまで、腰まで。流れが体を押す。冷たさで息が細くなる。怖くないわけではなかった。でも、三食様の奥社へ戻る怖さとも、目隠し様の社で朝を待つ怖さとも違った。カバは何も尋ねなかった。何も代価を求めなかった。沢に何かを選ばせなかった。胸まで水に浸かったとき、背後で絹ずれの音がした。沢は振り返らなかった。どうしてですか？目隠しの男の声だった。川音の中でもなぜかはっきり聞こえた。沢は答えなかった。あなたをかくまったのに。その声に怒りも悲しみもない。ただ不思議そうだった。沢は目を閉じた。春臣の手を思い出す。千代の笑顔を思い出す。母の震える指を思い出す。父の背中を思い出す。三食様の音を思い出す。社の中で髪を撫でた長い指を思い出す。どれももう遠い。沢は一度だけ息を吸った。水の匂いがした。
雨の匂い、土の匂い。そして沢は身を沈めた。水が耳を塞いで世界が白く濁る。冷たさが頭の上まで覆い、体の輪郭がほどけてゆく。最後に聞こえたのは川の音ではなかった。困りましたね。目隠しの男の声。水の向こうで静かに首をかしげている気配がした。せっかく見つけたのに。声は内側へ沈んでくる。次はもう少しうまくかくまいましょう。そう言って男はかんざしを手のひらに乗せた。男はそれを親指で撫でる。同時にかんざしの奥に染みていた名が一つほどける。沢と呼ばれていたもの。雨の匂い、髪の手触り、祈りの震え、戻らないと選んだ膝の重さ。それらが白鳥貝の上を滑り、手のひらの目へ静かに吸われていった。花嫁は逃がさないようにしませんと。手のひらの目が細く瞬いた。それがこの世で見た最後の記憶だった。流れが沢の髪をほどいてゆく。沢の呼吸も春臣の手の冷たさもすべて川の底へ薄れていった。